皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。強力なカードと戦術を惜しみなく使う EDH、通称 CEDH のプレイ実況動画、ゆかりん CEDH へようこそ。ゆかりん CEDH は4人対戦の中で私がどうやって勝ちに行くかのゲームプランの解説や読み合いなどをメインとした実況動画を目指しています。カジュアルフォーマットだけど真剣に勝利を追求するのもとても楽しい。私なりの EDH の楽しみ方を共有できたらとても幸いです。ゆかりん CEDH はペイトリオンサポーターの皆さんの提供でお送りいたします。ペイトリオンサポーターにはゆかりん CEDH ディスコードサーバーへのアクセス権やオリジナルステッカーなどの特典がついてきます。気になる方は動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。また、インクドゲーミングにてゆかりん CEDH のプレイマットの販売を開始しました。こちらも気になる方は動画概要欄のリンクから詳細をチェックしてください。それでは本日のデッキ紹介の方に移りましょう。今回使うのは敬愛されるレンジャーミンスク。ミンスクはダンジョンズ&ドラゴンズコラボのフォーゴトンネルムで登場したジェネラルで、出た時に速攻トランプル持ちのハムスタートークンブーを出す能力と、X マナ支払うことで対象の味方クリーチャーのスタッツを変化させる能力を持っています。おそらく自身の能力でブーを強化してビートするのが想定されたデザインだと思いますが、CEDH でのミンスクは大きく違った形で活躍します。なんとミンスクの能力は X=0 で起動できるため、ソーサリータイミング限定のサプリ台としての運用が可能です。今回ミンスクの疑似サプリ台効果と組み合わせるのが変幻の大男、通称ハルク。ハルクは死亡した際にライブラリーから合計6マナになるように好きなだけクリーチャーを出すことができるので、ハルクをミンスクの能力で能動的に死亡させてコンボにつなげるのが今回使うデッキのメインプランになります。ハルクは7マナのかなり重いクリーチャーですが、当然正規の手段で出すつもりはありません。ミンスクの疑似サプリ大能力を活かした最短のパターンやアカデミーの学長、序盤で展開したクリーチャーを利用した自然の秩序などで、ハルクを展開してからミンスクで死亡させて能力を誘発。サッフィーエリクスドッターとウェザーライトの英雄ジェラードをライブラリーから出して無限ループにつなげるのが基本の動きになります。ミンスクの勝ち筋はハルクだけではありません。第2の勝ち筋となるのがフェリダーコンボ。出た時にパーマネントを明滅させる守護フェリダーとタップ能力でクリーチャーのコピーを生成できる鏡割りの利き時を組み合わせることで速攻持ちの守護フェリダーを無限生成するコンボで、合計9マナと重く、普通に揃えるのは現実的ではありませんが、6マナとミンスクがあれば出産の殻や新しく登場したビビアン1枚から揃うコンボです。しかも何らかの理由でハルクからサッフィーとジェラートにつなげることができない場合に、代わりにハルクで揃えることもできるのでプラン B としてとても優秀。これらのコンボが幅広いカードタイプからつながるので打ち消し呪文では安定して止めることが難しいのと、法の定め系スタックスで止まらないのがミンスクの強みになります。今回使うリストはマナ加速を多めに採用していて、3ターン目の6マナ到達を狙うことで、2マナのサーチカードでアカデミーの学長や最短のパターンを探してからハルクにつなげたり、赤霊波や夏の帳、森を守るものなどの防御札を絡めたコンボが狙えたりと、攻めの幅が広いのが特徴です。今回の試合は上茶の先行で私は2番手、対戦相手のジェネラルを見ていきましょう。上茶が使うのが船壊しダーゴと折り手のティムナの組み合わせ。あまり見ない組み合わせですが、低コストで出したダーゴをサクリファイスやバーントオファリングでマナに変換して、深淵への覗き込みやらざけしのようなビッグアクションにつなげる急戦型のデッキだと思います。ゲームが膠着したらダーゴで殴ってきそうですが、おおむねログラクフティムナに似たデッキと考えて良さそうです。下茶が使うのが折り手のティムナとルーデビックの名作クラムの組み合わせ。強力なドローソースジェネラル2体でリソースを稼いでから、ムカつきや直感などの1枚から勝てるパワーカードで攻めてくるブルーファームと呼ばれるデッキだと思います。たまにホイール系カードを主軸としたシーフコンボデッキやスタックス系のティムナクラムもいますが、ブルーファーム想定でマリガンしていきます。そしてトイメンが使うのが機関した王ケンリス、ムカつきターボ、ハトバループ、スタックス、イントンドルイドと何でもできるジェネラルですが、メジャーなハトバループ型想定でプラン立てしていきます。全体的にムカつき主体のデッキが多く、打ち消しメインの攻防が想定されるので、除去が薄くなりこちらのクリーチャー主体のコンボが通しやすい展開になりそうですが、墓地を主体としたサブプランを想定されるデッキも多く、ケンリスあたりがダウシーの虚空歩きを積極的に狙ってくる可能性もあるのでちょっと心配です。2ターン目ミンスクからの3ターン目コンボのプランは崩さず、除去札を握れればラッキーぐらいの気持ちでマリガンしていきましょう。まずは最初の7枚、新緑の地下墓地、アルターオブボーン、聖なる鋳造所、有毒の蘇生、アロサウルスカイ、モックスダイヤモンド、輪作、マナ加速とコンボへのアクセス手段はありますが、2ターン目までに土地を1枚引けないと、2ターン目にミンスクを出せませんし、3ターン目までにもう1枚引けないと、アルターオブボーンからアカデミーの学長の流れを取れません。3ターン目までに土地を2枚以上引ける確率は2割もないので、最初の7枚でキープするハンドではありませんね。もっといいハンドがあるはずなのでマリガンしましょう。ベラタムリーの呼び声、アバシンの巡礼者、ラノワールのエルフ、魔力の筆、輪作、エスパーの保証、フィンドフォーンのエルフ、土地がないので当然マリガンします。スランの採石場、アズマヤのエルフ、樹木茂る36、破滅の終焉、霊体の先達、ハンモ、稲妻、
こちらは最初の7枚と違って3ターン目までに土地を1枚でも引ければ OK なのでだいぶハードルが低いですね。運よく稲妻も引けたので、妨害クリーチャーを出されても1ターンのロスだけで済みそうなのでいい感じです。霊体の先達をボトムに送ってキープします。上茶と下茶が6枚、対面が5枚キープ。対戦よろしくお願いします。ゲーム開始前に対面が宝石の洞窟を宣言。手札から繁殖池を追放して宝石の洞窟を出します。上茶のターン、新緑の地下墓地をセットランドしてからバッドランドをフェッチ。ドラゴンの怒りの媒介者をキャストしてから私にターンを回します。私のターン、ドローは忍耐。現状緑のカードが余っていないのがネックですが、ポチリオによる勝利が多いこの試合で活躍しそうないいカードです。まずは樹木しげる36をセットランドしてからサバンナをフェッチ。あずまやのエルフをキャストしてから下茶にターンを回します。下茶のターン、湿地の干潟をセットランドしてからターン終了を宣言。対面のターン、バンシーをセットランドしてからダウシーの虚空歩きをキャスト。早速一番警戒していたカードを展開してきましたね。幸運にも稲妻をキープできているので丁寧に処理していきたいです。対面は上茶にターンを回します。上茶のターン、溢れ返る岸辺をセットランドしてからスクラブランドをフェッチ。金属モックスをキャスト。媒介者の能力が誘発。情報でトップを確認しますがキープを選択。金属モックスが解決し、最後の賭けを刻印。そしてティムナをキャストしてからコンバットに移行。媒介者で対面を攻撃。コンバット後メインに入り、ティムナの能力で1点払いドローしてから私にターンを回します。私のターン、ドローはサッフィーエリクスドッター。基本ハルクから出すカードなのであまり嬉しいドローではありませんね。まずはスランの採石場をセットランドしてからサバンナを対象にハンモをキャスト。お次はアズマヤのエルフでハンモがついたサバンナをアンタップしてからミンスクをキャスト。ミンスクが着地しブーを生成。そしてブーで下茶を攻撃してからターンを回します。下茶のターン、ビニシエの風貌をセットランド。兆候を挟んでからターン終了を宣言。何かを構えていそうな素振りですね。対面のターン、シギレイのシャーマンをキャストしてからターンを終了。シギレイのシャーマンもこちらにかなり刺さっているので厄介です。稲妻1枚では問題を1つしか対処できないので、私が勝つにはちょっと工夫が必要になりそうですね。上茶のターン、炎の儀式をキャストし媒介者が誘発。トップを確認してキープを選択。炎の儀式が解決し赤マナを2つ生成。顔壊しのプロをキャストしてからコンバットに移行。媒介者で下茶、ティムナで対面に攻撃を宣言。攻撃宣言に対応して下茶が湿地の干潟でアンシーをフェッチ。そして3マナ使って敵対工作員をキャスト。ちょっと。下茶のドローが減るのは嬉しいのですが、ミンスクの勝ち筋を止める札が3枚も並んでしまうとかなり厳しいですね。下茶は敵対工作員で媒介者をブロック、対面はティムナの攻撃を通します。上茶は顔壊しのプロの能力で宝物を1つ生成、さらにコンバット後メインに入り1点払いティムナでドロー。真鍮の都をセットランドしてから私にターンを回します。私のターン、ドローは赤霊派。順調ならこのターンに仕掛ける予定でしたが、そもそも3枚目の土地も引けませんでしたね。こちらの勝ち筋を止める置物が3体もいるかなり厳しい展開ですが、どうにか切り抜ける方法を考えましょう。全部除去できれば楽なのですが、稲妻以外のクリーチャー除去が2枚しか入っていないので、自分一人で解決するのはまず無理です。下茶の敵対工作員は、吸血の強磁者あたりを奪ってマナ加速を確保するのを狙っていたように見えるので、勝負を仕掛けに行く5マナ到達まで最低2ターンはかかりそうです。対面のダウシーの虚空歩きなどを考慮すると直感起点のブリーチが難しく、ムカつきでの勝利が最短になるので、下茶はライフが大事になってくると予想できます。そう仮定すると、ミンスクでブーを強化してライフを詰めていけば、そのうちライフを守るために敵対工作員を犠牲にしてくれるかもしれません。シギレイのシャーマンはマナのためにタップしてくれるのを願って、稲妻はダウシーのために最後の最後まで大事に残していく方針でいきます。まずは X4 でブーを対象にミンスクの能力を起動。いつ稲妻を打つタイミングが来るかわからないので1マナ残しておきます。コンバットに入りブーとミンスクで下茶を攻撃。下茶のライフを7点削ってからターンを回します。下茶のターン、ビニシエの風母で2点受けてから超母先をキャスト。さらに浮いた1マナを使ってソルリングをキャスト。超母先の能力が誘発。下茶はワンドローしてから剣をスキニをディスカード。土地以外のカードを捨てたので超母先にプラス1カウンターが乗ります。セットランドはなしでターンを終了。対面にターンを回します。対面のターン、少し考えてから何もせずにターンを終了。上茶のターン、コンバットに入りティムナで私、顔壊しのプロで対面を攻撃。攻撃が通り顔壊しのプロで宝物を2つ生成。さらにコンバット後メインに入りティムナで2点払って2ドロー。そして宝物で1マナ出し、ダーゴを5マナでキャストしてからターンを私に回します。私のターン、ドローはエルビッシュスピリットガイド。これで6マナ揃ったので、盤面さえどうにかなれば勝負を仕掛けに行けますね。まずはミンスクを X4 で起動してブーを強化。コンバットに入りブーだけで下茶を攻撃します。
ます。上茶がダーグを展開してくれたので、そろそろ下茶が値を上げて敵対工作員をブロックに回してくれるといいですね。今できることはもうないので下茶にターンを回します。下茶のターン、どうやら土地を引けず色が出なくて困っている様子。そのままターンを終了。トイメンのターン、シギレイのシャーマンで上茶の墓地から土地を追放してマナを生成。合計3マナからホイールオブフォーチュンをキャスト。大量の手札がダウシーの下に行くのはかなり怖いです。上茶はエンジンの指導霊を追放して赤マナを出してから暗黒の儀式をキャスト。しかしこれに対応してトイメンは精神的つまずきをキャスト。長母先が誘発。下茶も精神的つまずきをキャスト。対象はなんとトイメンの精神的つまずき。トイメンの精神的つまずきが打ち消されてから長母先の能力が解決し、下茶はトローしてからオパールのモックスをディスカード。上茶の暗黒の儀式が解決し、黒マナを3つ生成。そして上茶はムカつきをキャスト。ムカつきがダウシーの下に行ったら大変なことになるのは間違いないのでここで稲妻を打ちたいですが、下茶が何か企んでいそうなので、ここは勇気のスルーです。まず先にムカつきで長母先が誘発し、下茶はトローしてから弱者選別をディスカード。下茶は手札から外面のロボを追放して否定の力をムカつきを対象にキャスト。なるほどそういうことでしたか。否定の力が通ればムカつきがダウシーの外に追放されて安全になるから、下茶は上茶にムカつきを唱えて欲しかったんですね。ナイスプレーです。長母先が再び誘発し、下茶はドローしてからグレンハをディスカード。否定の力が解決し、ムカつきを打ち消してから追放。第3子は免れましたね。スタックがホイールオブフォーチュンに戻ってから私の優先権。ここでエルビッシュスピリットガイドを追放。緑マナを生成してから稲妻をダウシーを対象にキャスト。これに対応してトイメンはダウシーの能力を起動。自身を生贄に上茶の追放領域の暗黒の儀式をタダで唱えられるようにします。ここで忍耐を使う手もありますが、長母先が大きくなりすぎると下茶のライフが削れなくなってしまうかもしれないので使わないでおきます。ついにホイールオブフォーチュンが解決。全員が手札を捨ててから7ドローします。きた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 私のドローは、豪勢な大通り、極楽町、オルター・オブ・ボーン、新緑の地下墓地、グレンハ、視線の秩序、属性の表示者。ここに来て大量のサーチカードを引けましたね。敵対工作員さえどうにかできれば勝利は目前です。トイメンが統率の塔をセットランドしてからターンを上茶に回します。上茶のターン、マナの合流点をセットランドしてからコンバットに行こう。ダーゴで下茶、ティムナでトイメン、そして顔壊しのプロで私を攻撃。すべての攻撃が通り顔壊しで宝物を3つ生成。さらにコンバット5メインに入り、ティムナで3点払い3ドロー。嘘。上茶はオパールのモックスをキャストしてからダウシーの虚空歩きをキャスト。そろそろ勝ちが近づいてきたと思ってたのに2枚目のダウシーは困りますね。長母先が誘発して下茶はドローしてからボルカをディスカード。上茶は厳かなモノリスをキャストしてからターンを私に回します。私のターン、ドローは秘技の印鑑。別のダウシーが出てきて振り出しに戻っちゃいましたが、手札にサーチカードが3枚もあるので、敵対工作員さえいなくなればまだ戦えます。なので下茶のライフにプレッシャーをかけるプラン続行です。まずは豪勢な大通りをセットランドしてからグレンハを長母先を対象にキャスト。長母先を破壊したお次は秘技の印鑑をキャストしてから極楽町。東屋のエルフで土地をアンタップしてからブーを対象に X3 でミンスクを起動。コンバットに移行してブーで下茶を攻撃。下茶はついに敵対工作員でブロックを宣言。ブーと相打ちになります。やった超えるべき障壁はまだ多いですが、少しずつゴールに近づいていますね。下茶にターンを回します。下茶のターン、風変わりな果樹園をセットランドしてからともなる石をキャスト。さらに、威圧のタリスマンをキャストしてから、トイメンにターンを回します。トイメンのターン、サバンナをセットランドしてからハトバの恐喝者をキャスト。ハトバの恐喝者が解決し能力が誘発。これに対応して上茶は宝物を2つ使って赤マナと白マナを生成。トイメンはハトバの恐喝者から宝物を9つ生成します。トイメンはシギレイのシャーマンで下茶の土地を追放してマナを生成。そして宝物を2つ使ってケンリスをキャスト。トイメンがフェイズ移行を宣言したところで、上茶が浮いているマナを使って悟りの教示者をキャスト。ライブラリーから狂気の祭壇をトップに積み込みます。優先権がトイメンに戻り、トイメンは再びフェーズ移行を宣言し上茶にターンを回します。上茶のターン、上茶はコンバットに入りダーゴで渡し、ティムナで下茶を攻撃。攻撃が通り顔壊しで宝物を2つ生成。さらにコンバット5メインに入りティムナで2点払って2ドロー。観客席をセットランドしてからソルリングをキャスト。さらに狂気の祭壇をキャスト。ダウシーがいるので相手のデッキを切削することでキーカードを探しに行けますね。早速ダーゴを生贄に狂気の祭壇を起動。対象は下茶。下茶はライブラリーを7枚切削し、ダウシーによって追放します。お目当てのカードはなかったので上茶は宝物を3つ生贄に赤マナを3つ生成。さらに厳かなモノリスから3マナ出してからダーゴの生贄にすることで、ダーゴを1マナでキャスト。再びダーゴを生贄に狂気の祭壇を起動し、下茶のライブラリーを7枚切削。おっと、今度は死の国からの脱出が落ちましたね。上茶はすぐさまにダウシーの能力を起動。狙いは間違いなく死の国からの脱出。これに対応してトイメンは宝物を5つ使ってムカつきをキャスト。そのままムカつきが解決してトイメンはライブラリーをめくり始めます。0点、2点、1点、2点、2点、0点、0点、1点、2点、1点、0点、1点、1点、0点、2点、1点、1点、0点、2点、0点、3点、0点、2点、3点、1点。
ターン耐えてから開始のターンに確実に勝ちに行けるだけのカードを確保できたので、ドイメンはここでムカつきをストップ。ダウシーの能力が解決し、上茶は下茶の死の国からの脱出を選択。そのまま死の国からの脱出をキャスト。これに対応してドイメンはライフ1点と訓練場をコストに意志の力をキャスト。しかし上茶は赤霊波で応戦、死の国からの脱出を守りに行きます。ドイメンはムカつきで見えた狼狽の嵐で応戦、ストーム能力で合計9枚の狼狽の嵐で赤霊波を対象に取ります。上茶は9マナ払い狼狽の嵐を回避、赤霊波が意志の力を打ち消します。スタックが死の国からの脱出に戻ったところで下茶が沈黙をキャスト。死の国からの脱出が解決するも、沈黙を前に上茶はなす術がありません。上茶はエンドフェイスまで入り、死の国からの脱出が消えてから私にターンが回ります。ダウシーも敵対工作員もいなくなり、市議霊のシャーマンもタップ状態。このチャンス、逃すわけにはいきません。私のターン、狂気の祭壇で切削されてしまう可能性が高いですが、とりあえず属性の強磁石を使ってみます。ドイメンの剣を好きにが見えているので、それ1枚で私が止まると見てスルーされる可能性もありそうです。属性の強磁石で鳩場の恐喝者をトップに仕込んでからアップキープ終了を宣言。上茶は立て直す可能性をキープしたいのか、狂気の祭壇を起動しませんでした。鳩場の恐喝者をドローしてからメインフェーズ。この手札なら剣を好きに受け足して勝ちまで持っていけそうです。まずは新緑の地下墓地をセットランドしてからタイガをフェッチ。お次は鳩場の恐喝者をキャスト。着地自由発で本物を8つ生成。そして鳩場の恐喝者を生贄にオルターオブボーンをキャスト。ライブラリーから堂々たる撤廃者を手札に加えます。アスマヤのエルフでサバンナをアンタップしてから堂々たる撤廃者をキャスト。ドイメンの剣を好きにを釣りに行きます。撤廃者が着地してしまうと何もできなくなってしまうので、これに対応してドイメンは剣を好きにをミンスクを対象にキャスト。さらに下茶が神秘の教師者をキャスト。ライブラリーから記憶の裏切りをトップに積み込みますが、次のターンを与えるつもりはないので関係ないですね。そして、剣を好きにが解決、ミンスクが追放され、統率者領域に戻り、ライフを3点回復。最後に堂々たる撤廃者が解決、すべての呪文と土地以外の能力の起動を封じ込めます。大田原の根力に必要なマナももうないので、止められることはないはず。5マナ使ってミンスクを再キャスト、ブーを生成。そして極楽鳥を生贄に視線の秩序をキャスト。ライブラリーから緑のクリーチャー、変幻の大男を盤面に直接出します。早速ハルクを対象にミンスクの能力を X0 で起動。ダフネスが0になったハルクは状況起因処理によって死亡時能力が誘発。ライブラリーから合計コストが6になるようにクリーチャーを出します。普段はサッフィーとジェラードを出すのですが、サッフィーが墓地にいるので今回は別ルートを取ります。まずはじめに霊体の先達を出してハルクをリアニメイト。ミンスクでハルクを再び墓地に送って能力を誘発。お次はライブラリーから守護フェリダーを出します。守護フェリダーの着地時誘発で霊体の先達を明滅することで、ハルクを再びリアニメイトしてからミンスクで墓地送り。最後のハルクで出すのが鏡割りの危機時期。危機時期の起動能力でフェリダーのコピーを生成し、フェリダーの能力で危機時期を明滅することで、ループが成立。ループを続けることで速攻持ちの守護フェリダーを無限に並べることができます。致死量のフェリダーを並べたら、コンバットに入り総攻撃することで私の勝利です。対戦ありがとうございました。墓地対策に弱いところが目立つ試合でしたが、最後はサーチカードを多く採用できるクリーチャーコンボデッキの強いところを見せれましたね。試合中は思いつきませんでしたが、もし鳩場の恐喝者が狂気の祭壇で切削されてしまっても、アルターオブボーンで大いなるガルガドンを持ってきてからの自然の秩序で、剣を好きに受け足して勝ちまで持っていけました。上振れによる2ターンキルは滅多にない代わりに、打ち消しが刺さりにくい3ターンキルがかなり安定していてとても使いやすかったので、皆さんもぜひミンスクを試してみてください。それでは今日の動画はこれにておしまいです。もしゆかりん CEDH を楽しんでいただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。